パリの街が今熱狂しているのだ。理由は相撲。日本の伝統武道がフランス人の心をわしづかみにしているのだ。相撲がパリで積んだもん。それって何か大きな理由があるんじゃないかしら。日本の伝統的なスポーツがフランスで人気なんてちょっと意外ね。実はこれ単なるスポーツ人気じゃないのだ。背景には日本文化の世界規模での再評価がある。観光収入、給与、そして日本のソフトパワーまで全部つながっているのだ。パリで今相撲の話題が新聞やテレビを支配している。文化的側面が報道の中心らしいのだ。つまりスポーツとしてじゃなく、日本の伝統、美学、精神性が注目されているわけだ。文化的側面ってどういうことですか？相撲ってルールとか決まった形があるんですか？そこなのだ。相撲は単なる力比べじゃないのだ。約1500年の歴史を持つ儀式なのだ。塩をまく、土俵を清める、敬礼する、全部が日本の精神性を表しているのだ。へえ、1500年？それって日本の心と一緒に育った文化ってわけね。西洋のボクシングとは全然違うと。だから相撲を見てるパリの人たちは日本の心を見てるってことかしら。その通り。でもちょっと待つのだ。パリでの相撲人気は実は日本文化ブームの一部に過ぎないのだ。アニメ、ゲーム、ファッション、料理、世界中で日本文化が評価されている。ああ、それ今感じます。日本のアニメは世界中の人が見てるし、寿司だってニューヨークやロンドンで普通に食べられてるわね。でも相撲ってスポーツとしてそこまで知られてなかったと思うのに。そこが重要なのだ。相撲は2020年の東京五輪を機に世界的な認知度が一気に上がったのだ。そして2024年のパリでの展示、メディアはスポーツの話題じゃなく文化として扱い始めたのだ。つまり相撲はスポーツ競技から日本の精神文化の発信源に格上げされたってわけですか。フランス人がそこに気づいたんだ。簡単に言えば日本の相撲ってのは武道の中の武道なのだ。大相撲は国技で力士は社会的尊敬の対象。日本では強さと礼節の象徴。それがパリで本物の日本とは何かを示す鏡になったわけだ。では日本人の財布にこれがどう影響するか。相撲人気が高まると観光客が増えるのだ。パリ経由で日本を訪れる外国人、相撲体験ツアーの需要、土産品、全部で年間どのくらいの経済効果が生まれると思う？相撲体験ツアーってどのくらい稼げるんですか？パリから日本に来る観光客って数字で言うとどのくらい？フランス人観光客だけでも年間約50万人が日本に来ている。相撲人気でそのうち相撲体験に参加する人が 5% 増えるじゃないとしよう。それで5000人、1人当たり3万円の体験ツアー代をやるとそれだけで約1億円を超えるビジネスなのだ。1億？それ一つの産業やないですか。観光ガイド、宿泊施設、飲食、関連ビジネスが全部ほとびうるわ。さらに言えばこれは給与にも影響するのだ。相撲部屋の人手不足が解消される。ガイドの職業需要が高まる。翻訳者、シェフ、ホテルスタッフ、音声ガイド、全部で給与が上がる可能性がある。日本の観光業界全体で年に 3% の賃上げが期待できるかもしれない。給与が上がるって観光業界で働いてる人たちにとって朗報ですね。でも日本全体の給与水準ってどのくらい影響を決められるんでしょう？いや、ちょっと待つのだ。観光業界だけじゃないのだ。相撲がメディアで文化として扱われることで日本全体のブランド価値が上がるのだ。日本生成体は品質が高い。日本人の上品な思想、セヌ、そういう評価が世界的に強まるのだ。ああ、積んだもん。それってブランド価値が上がる。日本製品やサービスが高く売れるってことよ。そしたら日本企業の利益が増えよい。利益が上がれば給与も上がるし、投資用利の策が何個もいるよね。そこまで来ればわかるのだ。相撲がパリで人気。日本文化への世界的再評価。日本のソフトパワー強化。日本経済全体の成長に見差をするのだ。これが文化外交の本タドの力なのだ。つまりパリでの相撲熱がただの文化イベントじゃなくて日本全体が恩恵を受けるネットワークだったんですね。相撲を見るパリ人の視線の超小売に
日本人の士気が恐れへんよく埋もれてるってことを。整理するのだ。相撲係で注目される。日本文化への世界的評価が向上。観光客増加で経済効果。日本の給与、雇用、ブランド価値を上昇。この連鎖を理解していることが現代日本経済を読み解くための鍵なのだ。でもね、これからが大切なのだ。パリでの相撲人気が一過性で終わるか、継続的な日本文化ブームになるか、日本政府がこの機運を生かして戦略的に文化内外交を図面やようか、そこで日本の将来の給与水準は大きく変わってくるのだ。つまり、日本は文化が金になる時代を事実として止めているってことですよ。相撲、アニメ、ゲーム、こういった文化コンテンツを大型ンチすれば、給与も測って、だし、国の力を恥じぶりろないわ。木曜日はテック最前線しているが、絵は別の話だ。実は文化とテクノロジーは相互補完するのだ。日本の実力を世界に示すには両方が補完しないといけない。相撲を稼げる一日経った相撲がその象徴だ。明日は同じく文化浮上で、日本のアニメ業界が海外投資で直面している課題を掘り下げるのだ。パリ相撲人気と似たテーマで、世界に流れる日本文化を読み解くことが重要だ。チャンネル登録で明日の解説をまたやにひと知ってほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解く、ずんだもん海外ニュースなのだ。また明日なのだ。